今日も泉佐野のニュースお届けするのだ。今日は2026年4月27日月曜日のニュースなのだ。今日は8本お届けするわ。ゴールデンウィーク前の関空情報盛りだくさんよ。早速最初のニュースに行くのだ。まずは飛行機を使う人に大事なニュースなのだ。4月24日から機内のモバイルバッテリーのルールが大きく変わったのよ。どう変わったのだ。持ち込みは1人2個まで、容量は 160W 以下に限られるのよ。預け荷物に入れるのもダメなのだ。預け荷物には入れられないわ。必ず手荷物よ。機内で充電するのもダメになったのだ。そうなの。機内でモバイルバッテリーを充電したり、そこから他の機器に充電するのも禁止よ。結構厳しくなったのだ。何か事故があったのだ。去年、韓国の空港でモバイルバッテリーが原因の機内火災があったのよ。それを受けて国際的にルールが変わったの。違反したらどうなるのだ。航空法違反で最大100万円の罰金や2年以下の拘禁刑もありえるのよ。あかん。知らずに持ち込んだら大変よ。国内線も国際線も日本発着の全便に適用されるのだ。で、日本発着の全便よ。関空を使う人はゴールデンウィーク前にバッテリーの容量を確認しておくのが賢明ね。次も関空のニュースなのだ。第1ターミナルのリノベーション最終フェーズが6月2日にオープンするのよ。 T1 のリノベって随分長いことやってる気がするのだ。約5年がかりの大工事なのよ。今回でようやく完了するの。今度は何ができるのだ。国際線出発エリアに新しい商業エリアが完成するのよ。飲食8店舗、物販16店舗の合計24店舗ね。24店舗も一気にオープンなのだ。国内空港初出店のラグジュアリーブランドや大阪、関西のお土産店、キャラクターグッズ店も入るのよ。僕、土産屋さん見て回るの好きなのだ。和食店4店舗が集まるフードコートも整備されるの。搭乗前にゆっくり食べられるわ。今度大阪行く時に寄ってみたいのだ。あ、僕ここも大阪なのだ。ふふ、ずんだもんも大阪に慣れてきたのね。5年がかりのリノベが完了って関空にとって大きな節目なのだ。続いても関空のニュース。今度はハードの話なのだ。4月22日から関空の第2ターミナル国内線到着エリアで新しいアート作品の展示が始まったのよ。空港でアート鑑賞なのだ。珍しいのだ。京ハイ XCULTURE ゲートプロジェクトの第4弾なのよ。関西各地のパブリックアートの写真を空港で出会えるようにする企画なの。空港で見て気に入ったら本物を見に行けるってことなのだ。そういうこと。旅の入り口で関西の文化に触れてもらう仕掛けね。今回は何人のアーティストが参加してるのだ。8人のアーティストよ。関西を代表するベテランから現代アートの若手まで幅広く揃ってるの。展示はいつまでやってるのだ。2028年4月30日まで約2年間の長期展示なのよ。2年も飾ってあるなら僕も空港行った時にゆっくり見られるのだ。国内線到着エリアだから出張や旅行で帰ってきた人がふと目にする場所ね。次はゴールデンウィークの関空についての注意ニュースなのだ。ゴールデンウィークは関空の駐車場と連絡橋がとても混むのよ。連絡橋ってそんなに混むのだ。大型連休はどうしても集中するから橋の上で渋滞することもあるのよ。あの連絡橋料金も高いって聞いたのだ。高いのよね。私店長に1回だけ車で連れて行ってもらったことあるけどそれきりよ。ボタミ高所恐怖症なのだ。違うわよ。料金が高いの。普段は電車で行くわ。駐車場はどうなのだ。ゴールデンウィークは満車になることが多いの。事前予約が必要。値段もピーク料金になるから注意ね。電車で行くのが一番楽しそうなのだ。何回か JR で関空まですっと行けるしね。ゴールデンウィークは特急ラピートも混むけど時間が読めるから安心よ。車で行くなら早めの予約と時間に余裕を持つことなのだ。続いては犬鳴山温泉のニュースなのだ。犬鳴山の老舗旅館不動口館が5月7日の木曜日から全館休館に入るのよ。全館休館なのだ。理由は何なのだ。客室の大規模リニューアル工事のためなの。9月中旬まで続く予定よ。4ヶ月以上の長期休館なのだ。リニューアルが終わったら7月1日水曜日から公式サイトで予約を受け付け始めるそうよ。予約だけ7月から再開は9月中旬以降って感じなのだ。そういうことよ。秋からリニューアルした部屋に泊まれるってことね。犬鳴山温泉に行こうと思ってた人は夏の予定変えた方がいいのだ。犬鳴山自体は何度か行ったことあるの。でもなのだ。温泉
入ったことないのよね。参道を散歩して帰るだけで。もったいないのだ。リニューハル後の不読時間で初めて泊まってみようかしら。次はお隣、田尻町のニュースなのだ。田尻漁港の日曜朝市、今月は5日、12日、19日、26日と毎週開催されてきたのよ。ゴールデンウィーク中もやってるのだ。5月3日と10日の日曜日も予定されてるわ。ゴールデンウィークに地元のお出かけにぴったりよ。朝市って何時からなのだ？朝早くから始まるのよ。新鮮な魚介を買うなら開店直後がおすすめね。田尻漁港ってどんなところなのだ？海釣り堀や体験漁業、季節限定のかき小屋もあって開かれた漁港って感じよ。 BBQ もできるって聞いたのだ。で BBQ やテナントの食堂もあるの。家族で1日遊べるわよ。泉佐野の漁協青空市場とは違うのだ。別の市場よ。田尻町は泉佐野市の南隣で関空連絡橋の根元あたりにあるの。僕、新鮮な魚介を見に行ってみたいのだ。続いては泉佐野駅周辺の街中ニュースなのだ。泉佐野市が南海泉佐野駅周辺の中心市街地の活性化に取り組んでいるのよ。具体的には何をやってるのだ？佐野町庵っていう和菓子文化を体験できるお店を活用したり、古民家のリノベーションを進めてるの。古民家を壊さずに残すっていい取り組みなのだ。歴史や文化の面影を残した町づくりが目標なのよ。誰が中心になってやってるのだ？市と一般社団法人バリューリノベーションズ佐野が連携してるの。略して VRS ね。 VRS って何やってるのだ？新しいにぎわいづくりや雇用創出、企業のサポートをやってるの。商店街にも新しい風を入れてるわ。泉佐野駅周辺って商店街がいくつあるのだ7つの商店街で泉佐野商業会連合会を作ってるの。駅場一番街、駅場名店街、駅前、更地通り、本通り、定禅寺前、春日通りね。意外と多いのだ。じっくり歩いてみたいのだ。最後のニュースはちょっと先のお祭り情報なのだ。令和8年度、つまり今年の千秋だんじり祭の日程が公式サイトで発表されたのよ。だんじり祭って秋のお祭りなのだ。で、9月から10月にかけてが本番よ。各町ごとに日程が組まれてるの。泉佐野市内のだんじり祭は毎年見応えあるって聞いたのだ。去年のザ・祭りインアイズ EUMISNO は8町連合の槍回しが大迫力だったのよ。槍回しってだんじりを角で勢いよく曲げるあれなのだ。そうそう、観光客もびっくりするほどの迫力なの。外観パレードってのもあるのだ。10月に外観沿いを8町のだんじりがパレードするの。電動で見る人も多いのよ。詳しい日程は千秋だんじり祭公式サイトで確認できるのだ。で、そこに令和8年度の行事日程表が載ってるわ。秋の予定を立てるのに参考になるわよ。僕、東北の妖精だからだんじり初めて見た時は驚いたのだ。泉州の人にとっては1年で一番の行事よ。秋が来るのが楽しみね。今日の泉佐野デイリーニュース以上なのだ。ゴールデンウィークが近いから関空を使う人はモバイルバッテリーのルール忘れないでね。僕、家でずんだ餅食べながらゴールデンウィーク過ごすのだ。ふふ、ずんだもんらしいわ。明日もまたお会いしましょう。